こんにちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は先日用事と小旅行を兼ねて茨城へ行ってきたので、どんな自然を観察できたかを動画にしたいと思います。茨城県水戸市といえば思い浮かぶのは偕楽園と水戸黄門と納豆ですよね。偕楽園は3月20日まで梅祭りが開催されているということですが、梅は満開を過ぎた頃だったかなと思います。けれど、まだ散ってはいなかったですね。なんとなく油断してたんですけど、朝はまだまだ寒くて手袋が必要なくらいでした。日が出てくるとね、だんだん暖かくなってきたんですけどね。偕楽園はですね、なんと開園時間が6時というのでちょっと驚きました。だいたいね、有料の庭園とか公園って9時とかからですよね。というわけで、人で混雑していない時間帯から見て回ることができました。ガイドには表門から入るルートがおすすめというふうに書いてあったんですけど、なんか偕楽園駅の前のね、駐車場に車を止めたので、東門から入って梅林を回って、で表門からなんかこう杉林を出回って園内をぐるーっと歩いた感じですね。で、入園料は大人320円とね、なんかとっても良心的な値段でしたね。なんか駐車場の方がね、1日800円でなんか高かったですね。そして南門のあたりでシメを見つけました。すごく美しい鳥ですよね。ふっかふかのね、苔の上でね、何かをついばんでいました。その後すぐに遊歩道の柵のあたりをうろうろしている赤原を見つけました。赤原も一度だけ多摩川のね、桜の木にいたのを写真に撮ったことがあったんですけど、今回はね、2箇所で見ることができました。最初は朝露がいっぱいついた草の間をね、駆け回ってね、積もった枯葉をガサガサひっくり返して餌を探していましたね。お腹が鮮やかなオレンジ色なんですけど、なんかお腹といっても、オレンジなのね、脇の方で、下の方はね、白い感じですね。なんか白原は暗い林の枯葉の中にいるんですけど、赤原はなんか明るい場所にもいるような感じがしました。で、なんか図鑑を見ててなるほどって思ったんですけど、赤原もね、白原もつぐみもヒタキ科なんですよね。ヒタキ科だから常備滝とかなんかキビタキとかそういうのと同じ仲間なんですよね。その後千波湖の方へ橋を渡って行ったんですけど、なぜか千波湖には行かずに少年の森っていう方に行きました。今思えば千波湖も一周すればよかったなと思います。宿り木を見つけて気になったのでスケッチしました。宿り木は11月から3月の間に実が実り、連雀類が食べるっていう風にバーダーに書いてあったのを思い出しました。カメラのレンズでズームしてみると、透き通った黄緑の実が実っていました。宿り木は常緑の寄生植物で、冬に落葉した木の上で目立つということなんですよね。その増え方がね、なんか面白いんですけど、実を食べた連雀類が糞をして、納豆みたいにね、木にこうペトッとへばりついたところからまた芽が出るということだそうです。帰りにね、納豆を買って帰るつもりなんですけど、食べてたらなんか思い出しちゃいそうですよね。スケッチしていたらガサガサっと音がして振り返ると白原がいました。そしてもう一度偕楽園に再入園しようと思って歩いていたら、梅林からシジュウカラの元気な鳴き声が聞こえてきました。一緒にコゲラも行動していました。最近シジュウカラ研究者の、僕には鳥の言葉がわかるを読み終わったので、鳴き声に注意してたんですけど、私にはなんかいつも通りツツピーとかツピツとかなんかそういう感じにしか聞こえませんでした。この本の中ですごく共感した部分があったので、ちょっと読ませていただきますね。バードウォッチングには生き物を飼育するのとは全く違う魅力があった。虫や魚をケースに入れて観察するのは自然の一部を切り出して自分の手元に置くことだ。そこには天敵もいなければ食べ物もこちらで準備する。一方、野鳥の観察とは彼らが自然界を生き抜く姿をありのままに見ることなのだ。食べ物を探し、仲間と集まり、子育てをして、時には敵に立ち向かう。
野鳥の観察をしていると、あたかも自分が小鳥になって彼らの世界へと入っていくような、そんな不思議な感覚があった。私はなんとなく単調会が苦手だと思ってたんですけど、先日もね、1羽のルリビタキを大勢で取り囲んで撮影しているのを見て、すぐに別の場所に移動しました。ずっとね、鳥がかわいそうだと感じてるんだろうなと思ってたんですけど、そうじゃなくって、自分が鳥の世界へ入っていきたいから、そういう体験がしたいからなんじゃないかなって、この文章を読んで気づきました。観察に戻りますが、梅の木で気になることがあったのでスケッチしました。その木だけではなく、多くの木にカビのような苔のようなものが生えています。以前にガリレオチャンネルで見た地衣類の世界、身近な謎多き生命体を見ていたので、梅の木苔だと思ってスケッチをしました。地衣類は調べてみると面白くて、菌類と藻類が共生している生物なんだそうです。それぞれ役割があって、菌類は梅の木苔の体を作って水分を保ち、紫外線や乾燥から藻類を守ります。藻類は光合成を行い、栄養を供給します。梅の木にくっついていますが、梅の木の養分は必要じゃなくって、自分たちだけで生きています。なんなら梅の木である必要はなくって、コンクリートの上でも生きていけるんだそうです。空気がきれいな場所に生えるので、梅の木苔がある場所は環境が良い証拠なのだそうです。梅の木苔をスケッチしていたら、葉っぱの裏に丸のついた植物が生えていました。これはノキシノブというそうで、これはね、シダ植物なんだそうです。葉っぱの裏に2列に並んだ黄土色の丸は胞子能です。梅の木苔は地衣類で、ノキシノブはシダ植物。これらは宿主の木を借りているだけで養分をもらっていないそうです。宿り木は半寄生植物で水分やミネラルをもらっているけど、葉っぱで光合成するから完全な寄生植物ではないんだそうです。こういった植物が生えているってことは、ここがとても豊かな自然環境なんだっていうことだそうですね。確かに歩き回っているだけでいろいろな鳥に出会えたし、春の兆しにも出会える良い場所でした。漁港の方へ移動してランチを食べました。これ1200円だったんですけど、とっても美味しかったです。翌日は神社や道の駅に行ったりした後、少し時間があったので霞ヶ浦へ寄りました。そこではすごいびっくりする出会いがあったりして、とっても楽しかったです。その後、紅益子のオスを初めて観察することができました。夏羽だともっと赤い色なんだそうです。夏にはね、北海道の方へ行ってしまうと思うので、ギリギリ見れたのかもしれませんね。益子は猿っていう意味なんですね。確かにね、顔がなんかお猿さんみたいに赤いですよね。で、撮影はできませんでしたが、何かを食べているところを観察することができました。というわけで、今回は茨城に、行く用事があったので、その後ね、観光して、その間にね、自然を観察することができたので、その様子をお届けしました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。